はい、皆さんこんにちは。第3回目のね、SSW、ソイビンセーフトワールド環境改善情報局ということで、今日もやっていきたいと思います。今日のテーマはね、前回の人口爆発に引き続いて、人口爆発は、前回でね、理解していただけたと思うんで、今日はね、こちらの本なんですけれども、ジャレッド・ダイヤモンドさんというね、ピュリッツァー賞を受賞された方で、ハーバード大学やケンブリッジ大学で、教授をされているというね、ジャレッド・ダイヤモンドさん、こちらの文明崩壊というね、全米ベストセラーのね、こちらからいくつか例を出して、過去のね、地球上で、文明が栄えて人口が、爆発的に増えて、それによって周りの資源を消費し尽くして崩壊してしまったという例がね、たくさん紹介していると。でその中で一件の、崩壊例ですね、そちらの方の紹介をしていきたいと思います。でまずですね、前回の人口爆発のグラフこちらですけれども、文明崩壊非常に面白い例が歌われてますので、ここを一度共有したいと思ってます。ではまずはこちらですね、イースター島の、お話ということで、私も公園でねこのお話をさせてもらってるんですけれども、イースター島、日本からはねほとんど、地球の真反対に位置する絶海の孤島ですね。このイメージですね。皆さんねこのモアイ像なんかはね非常に印象的なんじゃないのかなっていうふうにして思ってるんですけれども、こちらは、西暦でいうと500年頃、今から1500年ぐらい前にですね、ポリネシアの方から移民をしてきた、元は無人島だったというふうな学説になっている。で大きさはね、東京でいうと山手線2つぐらいの大きさですかね。島としては大きいのか小さいのかっていうぐらいの島で、日本の瀬戸内海の小豆島と同じぐらいの島と言われています。この島がですね、今が200年前に西洋の探検家に発見された時の人口っていうのは数百人程度だと、記録に残っております。そして暮らしぶりというのは原始人レベルというか、建物や例えば大きなね、施設なんかも一切なく、いわゆる文明というのがほとんど進んでいない、西洋の探検家たちは本当に野蛮人というか、そういった認識で捉えていたようです。で数百人しかいない人口なんですけれども、こちらのモアイ、なんと島全体に1000体も、存在していると。人口数百人で文明がないのに、なぜこのモアイがこんな数存在しているのか、これは長い間ミステリーでした。しかし最近この10年ぐらいでですね、ナショナルジオグラフィック財団はじめたくさんの調査が入って、イースター島は今までどういった歴史を歩んできたのか、そういったことが分かってきました。でこちらまず現在のイースター島の風景がこんな感じです。はい。じゃあ、1000年前に、イースター島に住んでいた人々っていうのは実はですね、全く違う景色を見てたんですね。でそれがこちらになります。ジャングルですね。イースター島っていうのはね、ほぼ赤道に近い島ですので、アマゾン、パプアニューギニアと同じようにですね、ジャングルが生い茂っていたと。で最初にね、人間がこちらに移民してきたわけですね。その時っていうのは本当に草木は豊富で、フルーツなんかもなっていたりだとかで、これは素晴らしい樹地を見つけたということで、入植というか、繁殖というかがどんどん進んでいくんですね。で最初はこのようにいろんな形で開墾したりとか、建物を建てるために、この巨大足を伐採したりだとか、いわゆる繁栄をしていくわけです。しかしながらですね、こちらのモアイといったものが、彼らにとって仏像様というかね、信仰の象徴になっていたわけで、本当仏教徒に言えば大仏様、観音様、キリスト教でいうとイエス像ですかね、それに非常に近い観点でたくさんの部族に分かれて作っていくわけですけど、いわゆる最初の50人程度の移民からどんどんそういった形で素晴らしい環境だったんで繁栄していくわけですね。でそれによって競い争うようにみんなでモアイを建築していくと。でそのために大量のヤシの木の伐採が行われるわけです。そして、イースター島では、こういったことが起こったというふうにして、考えられています。こちらのグラフです。前回の番組でね、非常に見慣れた曲線だなと思う人多いんじゃないかなというふうにして思いますけどね、これはイースター島の人口とヤシの木の数の推移グラフということで、赤いラインっていうのがイースター島の人口曲線、緑のラインっていうのが右に単位貼ってありますが、こちらに自生していた巨大ヤシの本数ですね、生息本数。こちらの図を見てみると、実はこのイースター島100人程度の島なんでは過去は全くなくてですね、入植が始まった1500年ぐらい前から何百年という歴史をかけて繁殖していってですね、
こちらでいうと大体11世紀ぐらいから急に人口が増えだして13世紀14世紀ですね、人口爆発を起こしたと。でこれと並行して巨大ヤシが大量に伐採されてきました。巨大ヤシというのはですね、彼らにとって当然モアイを作るための道具といったわけではなくて、主に非常に大切な漁業のための船を作るために絶対的に必要だった素材だったわけですね。彼らは主要なタンパク質といったものを海産物に頼っていた文化形態ですので、簡単に言うとヤシの木といったものは食事をする上で絶対に必要だったわけです。それにもかかわらず遠洋で漁業するための船を作るといった目的にさえヤシの木が使えなくなるほど全て伐採してしまった挙句、この島に起こったことは何かというと、食料不足で争いが起こって大量絶滅を迎えます。これが人口曲線がもうトップまで行った後に急降下していく大きな理由なんですね。最大2万人存在してたと言われています。ちょうどグラフの相関関係分かりやすいです。最大で1600万本あったと言われていた巨大ヤシが伐採し尽くされたとほぼ同時にですね、人口を維持できなくなって大量絶滅を迎えた。これがイースター島の悲しい過去の歴史ですね。非常に信頼されている学論のうちの一つだということでこちらを参考に挙げました。でここで問われるのが、なぜ漁業に出る1600万本もあったヤシの木をね、それこそ食べるのに必要な、漁業をできなくなるぐらいまでなぜ話し合わずに伐採し尽くしてしまったかっていうことなんだと思うんですよね。みんなが考える矛盾というか、なぜイースター島の島民は全員で話し合って、不要なモアイの大量生産競争はやめようであるとか、きちんと管理して植林を推し進めるという政策を取れなかったのか。ここで問われるのが、もしあなたが600年前のイースター島の島民で巨大ヤシの必要な伐採が住民生活に深刻なダメージを与えていると、そういった情報をあなたが知ったとしたらどうしたでしょうか。このままの伐採が続いたらあなたの大切な人、家族、友人、非常に悲惨な目に遭ってしまうっていう情報を知ったとしたら、あなた方はそれに対してどうしたでしょうか。600年前のイースター島の島民と同じにしてもらっては困るかもしれないです。現代人は同じ過ちはしないよと。今技術が進歩していて、同じように大量絶滅なんかしないと。そうかもしれません。じゃあそれが現在どうでしょうか。それに移ってみましょう。こちらは現代の森林破壊の現状ということで、上が8000年前の原生林です。で下が現在の原生林ということで、データ的には1990年から2010年までの間で消失した森林っていうのは300万平方キロメートル、実に日本の国土の8倍ですね。ほぼヨーロッパ大陸がこの20年で消失しています。でこちらのグラフというのは原生林の比較グラフなんで、植林といった面ではこれに対してもうちょっとプラス緑がありますけれども、圧倒的に森林は減り続けています。でこちら南米アマゾン流域の、森林伐採の現状ということで、左上の、比較グラフ、サテライトイメージ1985年と2010年同じ場所ですね。で同じく隣も同じ場所で、森林伐採が衛星、画像で非常に分かりやすく、毎日毎日このように、森林伐採が行われていると。でこのままのペースで続くと2030年までに 60% 消失される。要するに半分以上アマゾンの森林がなくなってしまいますよという、そういった現状まで来ています。そして何度もこのチャンネルで言ってますけれども、アマゾンの熱帯雨林の破壊の原因の 80% 以上、これは先進国民の過度の肉食、いわゆる肉食が非常に増えてきてしまっているということで、森林伐採が違法的に、しかも加速度的に進んでいるという、こういった報告書がもう国連の報告書のライブストックス・ロングシャウドというリポートで紹介されています。で現状分かりやすいビデオを Google の方からお借りしているので、こちらをご覧ください。The disappearing Amazon rainforest. It's pretty shocking. It's pretty shocking. One area of rainforest in particular that used to be about the size of Kansas has now lost a third of its acreage in just the last 30 years.
That's a lot of trees going down very fast. まるでねイースター島のようなことが、地球規模で起こってるんじゃないのかなって感じてしまうような、衝撃的な内容ですけど、はい、じゃあ一度ここで整理してみましょう。今世界人口が約74億人程度というふうにして言われていますけれども、それに対して世界の飢餓人口っていうのが8億人ぐらいいるというふうにして言われています。それではもうすでにねイースター島のように人口が増えすぎて食料がもう生産追いつかないのかと、実はまだ十分な余裕があります。どういうことかというと、世界の今現在の穀物生産量っていうのは約24億トンでですね、これはどのぐらいの量かというと今の日本人の平均摂取量の2倍です。つまり2倍ですから、逆にその倍約140から150億ぐらいの人口を賄うことが可能です。じゃあなぜ飢餓が起こっているのかというところですが、こちらなんですね。これは世界の穀物用途を円グラフにしたんですけれども、穀物生産される全部の量から消費されるのは半分以下 46% が人間の食用として消費されていくと。でそれに対して2番目のファクター、これは非常にでかいですね。これは3分の1以上の大きさですけれども、簡単に言うと家畜の餌用ですね。で、画面の左の方、有名な写真になりましたけれども、お腹を空かして何も食べれないもう赤ちゃんというか本当死にかけていると。でそれを、もう死ぬのを待っているハゲタカというね、なんとも辛いこの地球の現状の、映像ですけれども、でそれに対して右側のこちらどちらかの、いわゆる金銭的に豊かな国の、子どもたち、世界の肥満人口21億人ということで何かがおかしいんじゃないのかって皆さん思ってくると思います。つまり生産される食べ物っていうのは実は十分耕作面積からすると賄えるはずなのに、結論を言いますが過度に肉食文化が進んでしまっている今この地球、この文化レベルから考えると生産面積の効率化を目指して森林が次々伐採されるということです。森林は何のために伐採されるかというと大きな農場を手に入れるためです。しかも安くです。大量に伐採します。そして農場にします。でその農場は2種類あって、牛の放牧の農場と牛の餌のための各種穀物、大豆がメインですね、穀物の農場になります。いずれにせよ森林が毎日伐採されています。毎秒フットボールのコート1面分が伐採されています。今もです。そしてそのね違法伐採立ち向かうためにブラジル政府の軍隊や地元のインディオの武装した青年たちが毎日戦ってます。違法伐採をされないために。そして違法伐採というのは外国資本ですね、主に牛肉生産関連業者によって行われています。そこをサポートしているのはどこかというと、その企業どうこうというより我々人類が安く多くの肉食への欲望、これがその業者をサポートし直接地元を守るインディオの青年たちやブラジル政府の軍隊と我々の欲望が戦っているという構図に残念ながらなっています。この現状をしっかりと理解していきましょう。ここでもう一度おさらいですけれども、こちらのグラフですね、前回説明しましたけれども、牛肉生産には11キロの穀物が使われると。同じく豚鶏で7キロ4キロと。そしてこちらのグラフですね、これは大豆と牛肉のタンパク質生成効率の違い、簡単に言うと同じ面積に片や大豆、いわゆる植物性のタンパク質ですね、で片や牛肉の生産地にしよう。3900平米の耕作地があるとしましょう。大体60メーター四方ですね。60メーター四方の耕作地、ここに大豆を植えてそのまま大豆を食用とした場合というのはたった数ヶ月で人間100人分の年間必要量のタンパク質が作ることができます。でそれに対して同じ耕作地に例えば大豆などの牛さんの餌をですね植えて、それを飼料として今度餌を牛を育てる場合、そして食べられるまでこれ3年かかりますけど、3年かかったあと実際どのぐらい人間の必要タンパク質になるかというと、たった5人分の年間必要量にしかなりません。こういった観点でね、かかる時間は別としても、大豆っていうのは牛肉に比べて20倍効率がいいっていうのは、このことでも分かると思います。で今日は最後にね、地球上の人々たった一人で、仮に牛肉からプラントベース大豆でも何でもいいです、植物性タンパクに完全に切り替えた場合っていうのは、
なんとテニスコート3面分の森林が復活するという計算になります。ですから本当に3分の1でもね、今まで食べてるお肉を3分の1でも、ビーガンミートであるとか、その他の植物性のタンパクに切り替えてみようって考えていただくと、人口1人当たり約テニスコート1面分ですから、1人ですよ。だからぜひ人も参画していただきたいと強く、思います。今日は人口爆発による影響と、イースター島を例に挙げたね、一つの悲しい結末ということで、そして実際現代で同じようなことが起こっているというか、むしろ加速しているわけですけれども、その現状を、共有するとともに、もう一度ね、いわゆるプラントベースの食事に切り替えるっていったことがプラスの影響をもたらすことができるのかっていった部分っていうのを共有できたと思います。今回はそういった内容でお送りいたしました。次回は同じね、ジャレッド・ダイヤモンドさんの文明崩壊のこちらの本から、成功例のお話をピックアップして皆さんと共有していきたいと思います。はい、ということで第3回目の SSW これで終了です。どうもありがとうございました。